おはようございます。たかしです。本日は8月6日火曜日、ただいま9時34分。それでは、ポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週投稿しています。トレードを基礎から学びたいもしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は強く下落してきましたね。ここのところ連続陰線だったんですが、昨日のこの下落、セリングクライマックスみたいなそんな動きをしてきました。ただこのローソク足の実体が止まっている部分っていうのはこのグレーのラインのところなんですね。これ週末にお話ししていたと思うんですが、週足単位で意識される、そういうポイントになってきております。ちょうど価格ラベルを貼っておきましたが、それがちょうどここ、ローソク足の実体部分と一致しておりますので、綺麗にテクニカル的な反発をしてきたというところです。ではここからどうなるかですが、次はこのグレーのラインを明確にローソク足の実体部分で下抜けるかどうかっていうところを注目しておいてください。まずは本日強めに上昇してますが、基本的に上昇したところは売られやすい過去のこういう水平線がありますので、今ちょうど止められてますよね。ちょうどこのあたり186円付近で止められておりますので、ここが一旦の抵抗体。そしてさらに上昇すると188円ぐらい、191円ぐらいというところが次抵抗になってきますので、基本的にはこの下落に対する戻り売りと考えておくのが分かりやすいと思います。ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしてきておりますので、もちろんここから大きめに上昇する可能性はあるんですが、今のこの流れを見ていてもここから大きく上昇する可能性っていうのは極めて低いっていうのも分かりますよね。何かのきっかけで大きく上昇することはあっても、それはイレギュラーですので、基本的な考え方としてはこの現在の強い下落に対する戻り売り、そのための調整の上昇していると考えておくのが無難です。では4時間足です。4時間足も綺麗に GMMA の青帯に沿って下落してきてますよね。GMMA にぶつかっての下落っていうことを過去からこの辺もそうですし、この辺もそうですし、そしてこの辺りもそうですよね。GMMA にぶつかって下落をしてきておりますので、本日は上昇から始まってますが、GMMA の青帯付近では再び下落方向に動きやすいと考えておくのが分かりやすいですね。そして先ほど言ったこの水平線、このあたりからの下落も考えますので、当然現在地付近からの下落、そしてもう一つ上、188円付近からの下落ということも考えられます。大きく戻してきてもこのあたりと考えますので、191円前後までの上昇後の再下落で4時間足の下落トレンドが継続するかどうかに注目です。では1時間足です。1時間足はちょうど GMMA の青帯にぶつかってストキャスティクスも高値圏にありますので、ここから下落していく可能性は十分にあるんですが、今の動きを見ているとどうも GMMA を突き抜けそうな雰囲気ですよね。そう考えると、一旦この白い水平線が意識されてますが、ここを上抜けてくると、GMMA にサポートされるのであれば、ここからのこういう上昇の仕方を考えておきたいですね。その場合は黄色のゾーンぐらいを目指してくると考えますので、193円ぐらいまでの上昇はイメージしておいてもいいと思います。ただし、冒頭でもお話ししましたように、基本的には戻り売り、強い下落に対する戻り売りが入りやすくなりますので、1時間足が上昇してきたとしても、突然急落する、このターゲットまで達成せずに、いきなりズドンと大きく下落するっていうことも十分考えられる相場ですので、押し目買いで考える方はご注意ください。基本的には上がったところを売っていく、戻り売りの方がトレードはやりやすいと思います。ですので、先ほど言ったようなこういう水平線ですよね。この辺にアラートを仕掛けておくっていうのがやりやすいんじゃないでしょうか。アラートを設定しておくと通知が来ますので、そこで初めてエントリーを検討するっていう考え方で十分間に合うと思います。トレーディングビューではアラート簡単に設定できますので、まだトレーディングビューをご利用でない方は良ければ無料登録してみてください。概要欄に URL をつけておきます。ではドル円を見ていきましょう。こちらもポンド円と同じです。ここ、週足の過去の意識されるラインまで下がってきて本日は上昇から始まっております。ただこの白い水平線146円のミドルぐらいが意識されて、現在は一度下落している途中ですね。こちらも大きく上昇してくればこのあたり152円付近までの上昇が考えられます。ここまで上昇してくると、例えばこのあたりで GMMA の青帯もだんだんと下がってきますので、そうするとそのあたりからの戻り売りっていうことが考えられますので、まずは一旦の上昇本日見ておいてもいいんですが、今はこの白い水平線が意識されているのと、そこを上抜けてくると、もしかすると大きめに上昇していくかもしれませんので、
で、その上昇のイメージを持って戻り売りを仕掛けていくのがいいんじゃないでしょうか。では4時間足です。こちらもポンド円と一緒ですね。GMMA の青帯に接触して下落っていうのを繰り返しておりますので、基本的には上昇していっても GMMA の青帯付近からの下落をイメージしておくのがいいと思います。本日強く上昇しておりますが、ここエントリーするには今難しいのかなと思っております。今日の朝からの上昇についていくには、エントリーポイントが明確なエントリーポイントがないんですね。ですので、こういうところで根拠なくエントリーされている方っていうのは、ここからの戻り売りに巻き込まれますので、そこはご注意ください。現在は強い下落相場にありますので、そこでの調整の上昇を今しているだけ、ここからは再び戻り売りが入ってくる可能性が高くなります。もちろん GMMA の青帯を上抜けるような、こういう上昇になってくれば、そこからの上昇を見ればいいんですが、現時点では基本は戻り売りで考えておくのが、相場に対する順張りになってきます。では1時間足です。こちらもポンド円と一緒ですね。GMMA の青帯付近に今突き刺さってきてますが、結構深くは入ってきたんですが、ここ白い水平線が意識されて、ここから下落していくのか、それともここを超えてこれるのかっていうところを見ておきたいです。まず上昇方向にトレードするのであれば GMMA の青帯の上に乗せてからがいいですね。ですので基本的にはこの下落トレンドに順張りしていくのが本日はやりやすいと思いますが、本日もしかすると大きめの上昇を今しそうな雰囲気でもありますので、1時間足の GMMA を上抜けてそこにサポートされるような動きをするのであれば、そこからの上昇のイメージで151円ぐらいまで、この赤い水平線付近ですね。このあたりまでの上昇をイメージしておいてもいいと思いますが、1時間足の GMMA 上抜けてもすぐに4時間足の GMMA がありますので、上抜け騙しでの下落には注意が必要です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。